ラージフォーマットなんですけども、大きくしないで、使い勝手がいいものっていうのを目指して設計しました。サイズの話なんですけども、これ今ここにセンサーがあって、ここで電子 ND とクリアが上下にこう入れ替わるような機構なんですけども、で、これがフロントなんですけど、このフロントともうほぼ同じ大きさになってます。こういう感じ。このフロントの大きさでこの後ろの方も構成したい、なるべく小さくしたいのでしたいというところで開発が進んでいます。撮影を止めてはならないというユーザーからの指摘を受けて、そこは最重要な意識しなければいけないところということでデザインに反映させてきました。それはやはり構想デザインというものを作った時にですね、今ちょっと部品として欠損しちゃってるんですけども、コネクターやケーブルがもうそこに意思を持った向きや位置でなく、あちこちにこう這い回ってました。でそれに対してはユーザーから指摘を受けて、これは引っかかって撮影の現場で止まるよというところ、こういうものはフラットにしてほしいんだというところのオーダーがあって、僕らはそこでハッと気づかされて、天井面今ケーブルコネクタを差し込んだ状態でフラットになってます。で後ろ回って見ていただくと、後ろのリモートのコネクタの部分も本体から出っ張らないというようなことを実現しています。あともう一つ、この100のそぎのデザインというのがやっぱり実寸より小さく見えるという効果が非常にあるんですね。そのそぎの効果をプロ用のカメラのデザインに展開しました。この両肩と底面に回り込むところを大きく削いで八角形のフォルムというのが完成したんですね。プラス動画撮影ならではの操作部、そういったものをですね、このそぎの斜面に配置しました。横倒しになったりとかした時に、そういった操作部がテーブル面に直当たりして破損してもそこで撮影が止まるみたいなことのないように、このそぎの斜面に置くことでちょっと守られるんですね。堅牢性にもつながるメリットがあったと考えてます。このカメラにはこのサイドの、側面にパネルが、2つ配置されていて、それぞれ同じステータスが確認できるようになっています。これを現場で使う際にカメラマンが立つ位置、アシスタントが立つ位置で、それぞれでステータスを確認したり設定をする必要がある。現場ではコミュニケーションをする。それの時に同じものが見えてないと、同じ状況になってないとコミュニケーションの不和が起きるっていったことから、今の形で両面の側面に対してパネルを置いてお互い同じものが見れるといったような形で、デザインになってます。なるべく長くその映像制作の場で使われる、愛されるカメラになっていってほしいっていったところで、トレンドより普遍性の方を意識すべきかなと思っています。このモニターの大きな特徴は、5インチのサイズで、かつ、2000ニットまで出る高輝度タイプのモニターになっています。やっぱり小さいとなかなかこのモニターを見ても見にくいねっていう話もシネマ関係の方からいろいろ聞きましたと。ただ大きいと大きいで、今度はこの小型軽量のボディに対してモニターが邪魔になっては仕方がないといったのもありまして、じゃあどのサイズがいいかっていうふうにいろいろ検討して、最終的にこの5インチのサイズに決定させていただきました。2000ニットを出すのに、LED のはめ込みをちょっと変えましたと。今回はもう直下型と言われるミニ LED を中にいっぱい詰めて、全面的に光を出すように変更しています。でその結果ですね、この大きさでもムラなく2000ニットが端から端まで全部出るような形に出来上がりました。この二回りのところは結構苦労もしてやっています。を開けてケーブル挿した時もコネクターにこう沿うようになって、なるべく操作に邪魔にならないような形状にしたりですとか、モニターのケーブルもコネクターを新規に起こして前側にケーブルを出すということで、邪魔にならない位置に配置ができるようになりました。特徴的なところでケーブルプロテクター、この部分ですね、業務機というところもあるので、
堅牢さを、少しデザイン的にも出したいというところもあって、こういうものをつけています。このハンドルは、スライドができるようになってますので、レンズですとかこのバッテリーの重さのバランスを見て、前後スライドしてちょうどいい位置で使えるようにということで、スライド機構を入れています。デザイン性もそうですし、あと使い勝手も良くなっている、設計ができたと思っております。レンズのコントロールをレンズ側に手を伸ばすことなくリモートでフォーカス、ズーム、アイリス、あとは ND の切り替えというのができるリモートのダイヤルをハンドルとカメラの正面、マウント近傍2箇所に設けているっていうのがあるんですね。リグやフレームを組んだ櫓のような状態でもしっかり回せる位置にダイヤルをカメラ側に配置したりとか、あとはローアングル撮影でカメラのハンドルを握った状態でもしっかり回せるようにというところで、もうこのダイヤルの数は減らすことも増やすこともちょっと難しい、もう本当にユーザーのワンマンオペレーションから映画撮影までっていう振り切った運用を考えた時に2個は絶対に必要だなというところでした。今回この5インチモニターで、提供したかった価値っていうのは、この情報群を実はライブビューに基本的には被らないようにデザインをし直してます。ライブビューに情報が被って構図やフォーカシングに集中できないっていうのは、これもあってはならないっていうことで、5インチにしたおかげでライブビューの大きさを十分に確保しながらステータスもユーザーに確認させてあげることができるっていうところが一番利点だったかなとは思います。まずは撮ったものを忠実に再現するっていう色設計を目指しました。出荷前にちゃんと調整までかけて100人いれば100人ともいい絵だねっていうふうになるようにモニターの方を作っております。このモニターが使えないばっかりに外部のアクセサリーがいっぱい増えたら結局は最初の機動性があるこのボディが全く使えなくなります。そういったのを省き、このモニター一つで何でもできるっていうのを目指しました。最高傑作かなと私は思ってます。